まず前回なんですけど、モザレーシングさんより提供していただいたペダルを取り付けて、踏んでみる、そこまでの動画だったんですけど、今回は、前回の動画で、記事で、気になるよって書いていた、ペダルの位置の話です。それを改善していきました。前回の動画やブログについては概要欄の上の方にリンクを貼っているので見てみてください。前回のファーストインプレッションでの気づきなんですけど、部材だとか、センサー類はしっかりとしたものを使っていそうだなというのと、合成感があって、ソフトウェアについても、ペダルカーブの調整とかもできるので、いいなと思いました。一方、気になったこととして、ペダルの支点とかかとストッパーとの距離が離れているので、靴下や裸足とかだと、かかとが固定されず、かかとを浮かしながら押し込んでいくようになるため、気になるかもというお話をしました。今まで使用していたポジションだと強めのブレーキを踏むとこうやってかかとがちょっと浮いちゃうんですよね。靴だとかかとのストッパーに、底が引っかかって、なかなか浮いてるっていう感覚は少ないんですけど、ちょっと靴下だとちょっと感じちゃいます。で、現在はペダルの重さは GT3 カーの重さ。これはパフォーマンスキットについていたものの多分一番真ん中の重さだと思うんですけど、GT3 に近いとされている重さにしています。でちょっと硬いなとは思います。で、ペダルストロークは一番短くなるように調整しています。で、ペダルのプレートも一番下。で、ストッパーも一番奥にした状態で、今ブレーキを踏んでるんですけど、かかとは浮きづらくはなってますね。ただもうちょっとかかとの位置がもともと高いとすごい操作しやすいのになというふうに思ってます。なのでできれば、3D プリンターとか使ってかかとストッパーを自作してアルミフレームを改造していい位置にかかとが来るようにしてみたりとか、そういう工夫をどんどんして詰めていくことで、いいペダルポジションっていうのを見つけられるんだろうなと思いました。その靴を履くと靴裏が素足や靴下に比べると硬いので、土台からはちょっと浮くところもあるんですけど、ストッパーに、接してはいるんで引っかかってるんで、かかとの接地感は保たれたままになって違和感は感じにくいです。で、靴下で踏むと、ペダル表面がツルツルと滑るので、力が入らないのでちょっとあまりおすすめできないんですね。で、裸足で踏むとペダルと足裏は滑らないんですけど、幾何学的な構造上、支点とかかとの位置ですね。少しペダルを押し込むようになっていくので、かかとがやっぱり浮いていきます。このような特性というかがあるので、そもそも 100kg の力をペダルに加えようとしてるので、できれば、ある程度のグレードのシムペダルに対しては、ドライビングシューズを、使っていった方がいいんだろうなと思いました。CRP2 は複数のバネとダンパーのオプションが用意されているわけなんですけど、プロのドライバーの意見を聞きつつ、制作したということです。なので、部屋の中にいながら各レースカーのペダルの重さを疑似的に体験できるというのは面白いことだなと思います。このバネやダンパーの組み合わせが多数あるけど、これどうやって決定したのかということを聞いたら、こうやって返ってきました。オプションのパフォーマンスキットに関しては、一部のレースカーについては、ドライバーに監修を依頼しましたと。他のレースカーはドライバーのフィードバックや技術的資料に基づいて研究開発されました。とのことです。動画ではまず工場出荷時のセットを分解しようとしています。ペダルを押し込んで前のストッパーをずらすとペダルが手前に倒れるようになります。そして、筒の蓋を外しました。工場出荷時は4つの黒いゴムと4つの黄色いポリウレタンが仕込まれていました。この組み合わせはオプションの中でも軽めな設定となっており、ハイパフォーマンスカーやスーパーカー、ラリーカーに近い、程度だと思います。そしてまず試しに一番硬そうな F1 を入れてみました。F1 は一番この図の左の紫のスプリングと赤い樹脂2つ、そしてアルミブロック2つで構成されています。それらを筒に戻して、最後に上から金属のプレートを入れてあげて、最後に
蓋をしていきます。そして軸を筒の中に入れてあげるわけなんですけど、この後が大変で、この F1 のセットっていうのがものすごく硬いんですよ。で、それを、ペダルを押していって、縮めてペダルに角度がある状態で前のストッパーを奥の方に入れてあげないといけない。ということはかなりの力でペダルを踏み込んでいかないといけないっていうのがあるんですけど、これ手だったら全然無理でして、その後足を使ってもう本気で踏み込みながら、右足でめちゃくちゃ踏み込んで左足でストッパーをずらすというのを一人でやってみたんですけど、これ本当に怪我するなと思ったので、別の方法を考えました。その方法というのがもうバラしちゃってるんですけど、筒の先端とそのペダルを接続しているボルトを緩めて、ペダルを傾けてからストッパーを押して、外したところを再度ボルト締めしてあげて元に戻したよっていう感じですね。F1 のセットに関してはもうほんとこの方法じゃないとできないと思います。で、ちょっと取説も読んだんですけど、ここまで書いてたかなというところなんで、もし CRP2 購入された方で F1 のセットを入れたいなというところで多分苦戦すると思うんですけど、この方法をちょっと思い出してもらったらと思います。F1 以外だったら人力でどうにかできます。ペダルを手または足で押し込むことで、元に戻していくことはできます。今やっているボルトを締めた後に筒の軸を回してあげて、初期に、バネにかかる力、プリロードっていうのを調整するんですけど、私の場合はそんながっちりやるわけじゃなくって、初めは遊びがあるので、その遊びがなくなる程度に締め付けてあげてます。ということで、これがF1 の硬さですね。踏んでる僕しかわかんないんですけど、がっちり硬いです。どれだけ硬いかを口で言うのも難しいんですけど、本気で踏み込まないといけないんで、そうすると、背中まで荷重がかかってくるんですけど、そうすると、シートに負担が、力がかかって、で、シートを固定している部分のところからミシミシという音が鳴る程度、硬いです。ペダルが重くて、踏んでもペダルの動く量が少ないというのは、踏み込んだ力がすぐに電気信号に変換されて、PC へインプットされるということから、実はコントロールしやすいんだと思います。ペダルが軽くて大きく動いた場合は、脳の中で、ペダルの重さと、動く量2つ、使って、それからどれだけブレーキを踏んでいくのか、そういうことを判断しないといけないんですけど、ペダルの動きが少なければ少ないほど、足にどれだけ荷重がかかっているのかということに集中できるので、気になる方はマッスルメモリーというキーワードを調べてみてください。次は LMP1 です。踏んだ時の感想なんですけど、F1 よりは硬くないなという、イメージと、あと、全て、樹脂、ゴム製の組み合わせなので、バネは使われてないので、ちょっとねっとり、ねちょっとした感じです。ただ、見てもらうと分かる通り、あんまり F1 とその沈み込みの差って大きくはないように見えるかもしれないです。ただ、感覚としては違いますね。で、ちなみに F2 なんですけど、F1 のバネの色が紫だったのを赤に変えました。そうすると、少し F1 からは柔らかくなったかなという感じですね。次はラリーカーなんですけど、これは見ていただければわかるように、結構柔らかくなりました。で、これよりさらに柔らかいのが、スーパーカーになります。GT3 に関しては、この動画の序盤の方で出てきてます。このラリーカーよりは結構硬め。ただ F2 だとか LMP1 よりはちょっと柔らかめ。そんな感じになってます。この表左から硬くて、だんだん右に行くにつれて柔らかくなっていく。そんな風になってました。これが標準のダンパーの組み合わせなんですけど、これはもともと CRP2 ペダル型ついてくるやつです。F1 だとか F2 を体験したいんだったら、パフォーマンスキットの購入も考えられたらいいと思います。それまでだったら、この中だけでやろうと思えばできるような、そんな構成になっているようです。今週末はイタリアのモンツァサーキットで F1 が開催されるので、
週末は CRP2 の F1 のセットにしてみて、実際にモンツァサーキットを走った動画を頭に GoPro つけて作ってみようかなと思ってます。もしよければ、いいねしていただいたり、見なくてもいいので登録していただければ頑張れると思います。あと何か気になることありましたらコメントください。ということで週末楽しみましょう。終わり。